私の名前はミツバチです。なぜミツバチかというと、もともと蜂蜜が好きで、すごく蜂蜜の種類を集めては食べて楽しんでいたところからスタートしたんですけど、そのうち蜂蜜だけではなくて、蜂蜜を取る蜂自体に興味を持ってしまって、蜂が可愛いなと思うようになってミツバチにたどり着き、形も可愛いというのもあって、そこから名前をミツバチにしました。黄色と黒が可愛いっていうのもあって、あとちょっと一生懸命蜂が集めた蜂蜜を人間が取ってきてしまって、食べて申し訳ないなというのもあったりして、すごく愛着が湧いてしまったっていうのもありますね。蜂って可愛いなっていう風に思うようになってから、名前をつけようというところまで来ました。もともと子供の頃から絵を描いたりとか、ジオラマを作ったりとか、本当に小さい頃から行っていたので、さあ表現しようと考えてものを作り始めたわけではなくて、自然と子供の頃から何かを作りたい、表現したいなというふうに思うようになって、もう本当に気がついたらプロの世界にいたというような流れが自然だったと思います。作らずにはいられないというか、そもそも、今回は絵とドールの展示会ですけれども、最初にやはり絵を描き始めたことが私の表現活動のスタート地点なので、もう自然と絵を描き始めた子供の頃からというのがあったので、なぜ描いてるのかと問われると、いやもうそこに紙と鉛筆があるからというような流れと同じで、本当に自然に表現をしたい、何かを描きたいという欲求から表現活動をスタートしたというのが本当に自然な流れだと思います。もう呼吸をするのと同じような感じで、自然にもう気がついたらずっと続けてたと。そうですね、長くやってますね。さて、そういうその表現活動の中で軸になるコンセプトというか、これだけは絶対に大事にしておきたい、外したくないみたいなことってある？今は少しちょっと変わってきてるかもしれないんですが、やはり一貫してあったのは、自分の中の二面性、すごく明るい部分と暗い部分があって、できれば明るい部分を見てもらいたいなというような考えがあって、できれば暗い部分は表に出さない方がいいのかなと思って表現をしてきたつもりなのですが、途中からいやもう一方の暗い部分も自分の一面であることには変わりがないということに気がついて、それで暗いというか尖った部分とかちょっとネガティブな部分も表現として発表するようになってきましたね、最近では。せっかく見ていただくなら、綺麗なものとか可愛いものとか、そういったものを出さなければいけないという、ちょっと強迫観念に近いようなところもあったんですけれども、別に繕ってるわけではなく、嘘をついてるわけでもないんですが、もっと自分を表に出して表現してもいいのかなっていうふうに思えるようになったのは、自分としてはすごく成長したかなとは思います。アーティストとして尊敬する人、誰かいます？もうたくさん言いすぎてどうしようかっていうぐらいたくさんいるのですが、今日は1月の17日なんですけれども、デビッド・リンチっていう有名な監督、
映画監督アーティストさんが亡くなったというニュースが飛び込んできて、非常にショックを受けたんですが、私はすごくデビッド・リンチが大好きで、映画作品だけではなくて絵画とか音楽活動とか全てのアート表現をする中で非常に深いものがあるというか、共感できる部分もあって非常に尊敬している、影響を受けた作家さんなんですね。あとはちょっと今ここに用意してあるんですけれども、内田美奈子先生という漫画家さんがいらして、直接もちろん存じ上げているし、ご縁があって少し内田美奈子先生のお仕事を手伝っていた時もあるのですが、非常に尊敬していて、漫画家としても人生の先輩としても非常に尊敬ができると、20歳ぐらいの頃から、もっと若い頃からかな、ずっと尊敬して大好きであるということを、ご本人にもずっと伝え続けている方なのですが、非常に尊敬している作家さんです。もう全てが影響を受けているんですが、ただ残念なことに全てを取り込んでうまく活かせてるかどうかというと、なかなか難しい部分はあるんですが、例えばデビッド・リンチだと絵とか音楽とかは自由であるけれども、ドラマとか映画に関しては自由ではないということをおっしゃっていて、非常に難しいことなんですけれども、自分が作ってるものなのに自由であるとか自由でないとかっていうことをすごく考えるきっかけになったなと思いました。あと内田美奈子先生に関しては、作品への取り組み方、あと絵に対しての執着というか、非常に細かなところまで気を配って仕事をされていることに非常に感銘を受けて、自分も仕事でそういう部分を取り入れようと頑張っているんですけれども、なかなか到達せずに影響を受けてばかりで、なかなか自分のものに取り込めてないなっていうところはちょっと残念ではありますね。同人誌活動を長く行っていて、表現しようと意識したのは、同人誌活動で第三者に見てもらおうと思った時からは考えて表現していこう、見てもらおうというふうに意識していたとは思います。ちなみにプロデビューっていうのは漫画家として？そうですね。漫画家としては19歳の時に佳作の賞をいただいて、一般紙漫画家としてデビューをしたのがプロとしてはきっかけになりますね。20代の頃は本当にずっと漫画を描いていて、30代になった時にいろいろ自分がやりたい仕事のメモみたいなのを作って、例えばアートディレクション、アートディレクターみたいな仕事したいなとか、絵本を書きたいなとか、そういったやりたいことリストの中にいろんなものがあった中で、ドールというのが突然趣味として入ってきて、でそこから絵を描くのとドールを作るのってちょっと似たところがあるなと自分で気がついた時から、結構ドールの世界に足を踏み入れたきっかけになったんじゃないかなと思います。野草美術っていう有名な本なんですけれども、そこの人形特集の中にコーナーとして自分のページを取っていただいたことが非常に自慢です。これはなぜかというと、この野草という本自体にすごく影響を受けて、小さい頃というか若い頃からこの本を、野草自体を集めてはよく読んでいたから、自分がよもやその野草の姉妹誌ビス
に掲載されるとは夢を持っていなかったので、これは自分にとっては非常に誇りに思うなと思います。写真自体も自分で撮った写真を使ってもらったので、非常に見ていても頑張ったなっていうのが自分でもよくわかるので、ぜひ見てください。2011年だと思うのですが、その時にさっきの本と同じ安尾が主催していたギャラリースペースパラボリカビスというところで大規模な個展を開いたんですね。で、それが非常に印象に残っています。やはり大震災の後で本当にイベントができるのかとか、雰囲気的にもイベントをやっていいのかどうかとか、非常に当時は悩んだ中で多くの人の力を借りて展示会を行ったんですね。自分の集大成とも言うべき展示会になったとやはり今でも思っているので、その展示会パラボリカビスでのイベント個展っていうのはやっぱり今でも非常に記憶に残っています。あとはラフォーレ原宿の一番上にギャラリーがあって、そこで行われた人形展に参加したことが非常に記憶に残っています。非常に規模も多くて、参加されている作家さんも人形作家さんも多くて、こんな中に自分がいていいのかって思うぐらい非常に華やかですごく多様性のある人形展だったんですけれども、そこに参加できたっていうことが今でも興味深く記憶に残っていますし、雑誌に特集されたということもあってやっぱり記憶に残っていますね。本当にたくさんのイベントに出てきたので、いろいろな思い出っていうのはそのイベントごとにあるのですが、特に大きな記憶に残っているといえば今の2つになりますね。この展示会を行おうと思った理由が、やはり自分の体に起こった病気のことが一番最初に来てしまいます。膵臓がんと余命宣告を受けて1年と言われた時に、一番最初になんか自分がやってきたことを最後に形に残したいなというのが一番最初に思いついたことで、余命宣告を受けたすぐにワオファクトリーの渡辺さんと島野さんに相談をして個展をやりたいですということをお伝えしました。ですぐにぜひやりましょうということになったので、本当にできるのかどうか直前にならないとわからない不安定な部分もあったのですが、とにかく今できること、今までやってきたことを最後に皆さんに見ていただきたいと思って個展を企画しました。ヘブンといえば日本語で言うと天国なんですが、天国というと一般的には死んだ者が行く世界というふうに捉えられると思うのですが、他にも非常に良いところとか明るい場所とか死者が行く場所という意味だけではなくて、いろんな捉え方がされていると思うんですね。で、今回はとにかく解体をたくさんということと、作ったドールもできるだけたくさん展示したいと、で明るい要素をたくさん取り入れた天国みたいな空間を作りたいということで、ヘブンという名前をタイトルにつけました。ドールに関しては今回作り起こしたワンオフドールというのが5体、それ以外にもいろいろな展示とか販売とかもあるので、一点一点いろんな作家さんの力を借りて実現できたワンオフドールなので、細部まで見ていただきたいなっていうのがありますし、絵に関しては4作品も含めて日本で初めて発表する新しい作品もいろいろありますので、ぜひ見ていただければと思います。
本当にたくさんの方々に支えられて助けられて生きてきた中で表現活動をしてきているので、お客様もそうですし、ギャラリーの方々もそうですし、作家さんもそうですし、本当にもう数えきれない関わってくださった方々に本当にお礼が言いたいし、今でも感謝していますし、もう言葉では言い尽くせないぐらい本当にみんなのことが大好きで、今もこれからもできるだけ関わってやはり言っていただきたいし、最後の最後まで面倒見てくださいというか、一緒に楽しいことをしていただきたいなというふうに思います。ちょっとメンタル的に落ち込んだ時とかがあったりしたので、そんな時はちょっとやっぱり辛かったですね。なかなか自分で自分のことなのに思うようにならないこととかがあったりすると、ちょっとやっぱり辛いなること、自分で自分のことがままならないことって結構あると思うので、そういう時は多分私だけではなくて皆さんもちょっと辛い思いをしたことってあるんじゃないかなと思います。楽しいことをとにかく考えること、あと表現をすること、何か手を動かしていると気が休まったりとか、何か新しい考えに移行することができたりして、それでちょっとメンタルが落ちた時に何か新しい表現活動をするっていうのは、自分にとっては何か抜け出せる一歩外に出るいいきっかけになったんではないかなと思います。できるだけ明るくいようとか、それは無理をしてどうのということではなくて、あんまり普段から落ち込まないようにしようとか、そういうふうに考えられるようになったっていうのは経験としては大きかったと思います。いろんな人に関わっていただいて、たくさんの表現活動ができていること、現在進行形でもあるんですが、そういったことの中で非常に大きな喜びを感じることはありました。パラポリカピスでの個展の時にマンタムさんっていう作家さんがいて、マンタムさんにいろいろ指南していただいてアートワークを行っていたんですが、その中でとにかく手を動かして仕上げるということを一緒にやりながら学んでいけたっていうことは非常に喜びでもあったし、勉強にもなって、今でも時は本当大変だったんですけど楽しかったなっていうふうに記憶してますね。幸せですか。だからやはり小さいことに対しても、これが好きだとか、これは良かったとか、喜びを感じられることが幸せだと思うんですね。今日食べたものが美味しかったとか、今日見た空が綺麗だったとか、そういった小さなことでもいいので、そういったことを楽しめる自分ってなんか幸せなんだなっていうふうに思えることですね。もうちょっと賢く器用に生きれたらよかったなというふうには思いますね。もう少しちょっと不器用すぎて手数が多かったりして、もたついたりしていることが多いので、次があるならもう少しその辺を改善して器用にスマートにいろんなことが行えるように改善したいですね。私が経験してきた中から言えることは、とにかく表現活動とか、表現だけではなくて生きていくことって大変なんですけれども、できる限りやはり苦しまないでほしいというふうに思いますね。何でもちょっと悩んでしまうと苦しくなっちゃうんですけど、できる限り苦しまないで楽しく生きることってどういうことだろうとか、とにかく苦しまないように
することを前提に考えていっていただきたい。できれば自分だけではなくて、自分と関わっている人たちに対しても細やかな目線を向けて対話し、いろんな気持ちを共有できたりすると、非常に自分だけではなくて周りの人たちにとっても世界が広がっていくのではないかというふうに思います。私が苦しみすぎたっていうのもあるかもしれませんが、悩みすぎるというか、自由に言ってほしいですし、自由に表現してほしいし、生きていただきたい、そういうふうに思います。現代アートとかになってくると、もうとにかくお金がこう動いて、こうすれば売れるよねとか、こうしなきゃ売れないよねとか、何が目的なのかがよく分かんなくなってきてるような、なんかちょっとそういう界隈に対しては、もう一度一から表現とは何なのかとか、自分は何を表現したかったのかとかをもう一度考え直してというか、見つめ直して表現をしていっていただきたいなと思います。大人の事情がありすぎて、魅力が本当にそこにあるのかなっていうふうに思うことも多々あるので、もう少し自由であっていいんではないかなというふうに思いました。本当に遠いところわざわざお越しくださり、本当にありがとうございます。ちょっと病気のこともあって、なかなか行くの手どうかなとか、ちょっと私も闘病のせいで髪の毛が抜けたりとか、いつもと違う姿をお見せしなければいけないこととかで、ちょっと重苦しいところがあるんではないかなというふうに感じることもあったのですが、とにかく自分が頑張ってきた姿を見ていただくこと、記憶に残していただくことが今の私にとっては一番の幸せなので、できるだけ細かなところまで見ていただいて、楽しんで帰っていただければ本当に嬉しいです。遠いところにまで本当にお越しくださったこと、それだけでも本当にありがたいと思っています。ありがとうございます。お越しくださり感謝しています。